こんにちは。今日はとても簡単な作り方のカーディガンを作っていきます。ゆったりとしていて暖かなカーディガンが出来上がります。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使用する糸はダイソーさんのアクリルヤーン、色はアイボリー、50g で96メートル。使用かぎ針の目安は 5.8 から 6.2。これを 7mm で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。この糸はこんな感じで太めでしっかりとしています。太さは 2.5mm ぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。お好みでボタンをつけても可愛いと思います。私はこのボタンを3つ。サイズは 2.5 センチぐらい。まず作り方を説明します。今回この細長い長方形を2枚作って、それを身ごろにします。半分に折って2枚合わせて身ごろにします。この作り方は、まず鎖を編んで、この向きに編んでいきます。で、この長さは120センチの122。私の場合、120センチにするために、鎖の数を122。鎖を122編んでスタートします。この長さはまた後で紹介しますが、だいたい22センチ。まず鎖を編んでいきます。この最初の糸端は少し長めに残しておきます。途中からスタートします。まず結び目を作って、この鎖は少しだけゆったりと編んでいきます。この鎖の数について、今回120センチの長方形にしたいので、この鎖を120センチと少しだけ長く編んでいきます。その後に細編みを編むので、細編みの数で調整します。好みの長さになったらそこでストップして、残った鎖はほどいておきます。このまま作りたい長さまで編んでいきます。必要な長さまで鎖を編んできました。私はここでは小さく作っていきます。1段目は細編みをしていきます。細編みをするので、鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み。次もこのまま端まで細編みを続けます。一つに一つの細編みを続けます。細編みで端まで編んできました。これにマーカーをつけます。さっきの図で見るとこんな感じにしたいので、この境目にマーカーをつけます。これは端から8センチ。8センチは私の場合、細編み8個。こっちも同じ。こっちの端から測って8センチ。細編み8個。この位置にマーカーをつけます。ここから数えます。1、2、3、4、5、6、7、8。これでだいたい8センチ。反対側。こっちも端から数えて、1、2、3、
4、5、6、7、8。8番目にマーカーをつけました。この足の部分は細編み、ここは中長編み、ここはまた細編みという感じで編んでいきます。まず鎖1つ、裏返します。マーカーのところまでは細編み、この細編みの上に細編みをします。鎖の根元で、普段はこんな感じで2本の糸の下、今回は2本あるうちの向こう側1本、この下に針を入れて細編みをします。こんな感じになります。次も同じ向こう側1本、次もマーカーをつけたところ、8個目の細編み、ここにも細編み、同じ細編み、このマーカーはしばらくつけていた方が分かりやすいと思います。次から中長編み、このマーカーとマーカーの間は中長編みで同じことをしていきます。上から見て2本あるうちの向こう側1本、これを中長編みでします。絡めて中長編み、次もこのままこのマーカーの手前まで中長編みをしていきます。マーカーの手前まで来ました。ここにも中長編み、マーカーのところは細編み、ここから細編みをしていきます。さっきと同じ向こう側1本の細編み、これが端の細編み、端の細編みだけ2本の糸の下、この下に針を入れて細編みをします。この方がしっかりとします。次は3段目、鎖1つ、裏返します。この端の細編みに細編み、ここでも2本あるうちの向こう側1本、これがマーカーのところ。マーカーのところには細編み、
次から中長編み、ここからの中長編みはこの2本の糸の下、この2本の糸の下に針を入れて中長編みをしていきます。中長編み、普通の中長編み、こっちは1本の下、今度は2本の糸の下、これを繰り返していきます。この方がこのラインがきれいにできます。これで次のマーカーのところまでここまでマーカーの手前まで中長編みをしてきました。マーカーのところから細編み、今までと同じ細編み1本、端はまた2本の糸の下、端だけ2本の糸の下、はじめは1本の糸の下、最後は2本の糸の下、次は4段目、鎖1つ、またこの部分は同じ、細編み8個編んできました。次から中長編み、ここでは1本の糸の下、2本あるうちの向こう側1本、1本と2本を繰り返していきます。交互に繰り返していくんですが、途中でちょっとどっちになるかを見分けにくくなると思うので、この糸端が右に出ている時がこの1本の中長編み、反対側まで行って糸端がない方は2本の糸の下、これで見分けていくと見分けやすいかと思います。糸端がある方は1本、ない方は2本、これでずっと編んでいきます。でしばらく編んでいきます。細長い長方形を編んできました。この長さは22センチ、17段、同じものをもう1枚作っています。で表と裏を確認します。この筋がはっきりしている方が表、こっちは裏、少しなだらかになっています。表を上にしてで半分に折っています。こっちも同じ。ここは細編み、この向きに編んできました。でここは中長編み、こっちもここが細編みで中長編み、この中長編みと中長編みを合わせます。で背中に当たる方は上の方まで縫ってで後ろ身ごろにします。でこっちは前、
前は下から40センチぐらいのところにマーカーをつけて、で斜めに続けて編んでいきます。こっちも少しだけ同じ模様で少しの幅だけ編んでいきます。でこの斜めになるところは、私は下から40センチ、この細編みの数を数えて同じ位置にします。私は40センチで細編みの数が40個、細編みと中長編み合わせて40個、こっちも同じ、下から数えて40個、それがこの位置になります。マーカーをつけました。で今糸が出ているところ、片側から糸が出ていると思います。ここから続けて同じ模様で中長編みを編んでいきます。このマーカーをつけたところまで、この手前まで編んでいきます。糸端が、ここから糸端が出ている方から編んでいきます。こっちは少し休めておきます。糸端の出ているところから続けて編んでいきます。同じ模様で編んでいきます。鎖1つ、根元に細編み、今までと同じです。でこのままここからは中長編みで、このマーカーをつけた手前まで、ここぐらいまで編んでいきます。マーカーの手前まで来ました。あと2つ中長編みが残っています。ここに中長編みの途中、今糸が3本、次のマーカーのついているところ、ここは1本糸を出します。これを一度に引き抜きます。これで斜めのラインができました。次の段を鎖2つ、1、ちょっと小さな鎖2つで、これを裏返します。で根元の隣に中長編み、これで鎖2つと中長編み1つ、この感じ。次からさっきと同じ2本の糸の下の中長編みを続けます。で端まで編んでいきます。中長編み、細編み、次また同じ、さっきと同じ、この向きに細編みを編んで、さっきと同じ中長編み、ここではまた斜めのラインを作ります。これでしばらく編んでいきます。マーカーのところから裾に編んでいきます。新しい糸、で同じところ鎖2つ、少し小さくして、で次は未完成の中長編み、中長編みの途中、一度に引き抜いて斜めのラインができました。今引き抜いたところにマーカーをつけておきます。で次からこの2本の糸の下の向こう側1本、
このまま端まで編んで、ここでまた裏返して編んでいきます。ここでは2本の糸の下、こっちは2本の糸の下、こっちは1本。これでこのマーカーの近くまで編んでいきます。こちら側も編んできました。最後の糸端は切ってあります。これで身ごろは出来上がりました。次は背中を縫っていきます。今胸の方になっています。これを裏返します。裏返して、こっちは背中になる方、後ろ身ごろになっています。こっちは前身ごろ、さっき斜めに編んだところ、この細長い長方形を半分に折って真ん中にマーカーをつけます。こっちも同じで、このマーカーの3センチぐらい下、私はこの真ん中のマーカーのところから2つ下がりました。1、2、こっちも同じ。1、2。この細編みの数は数えて同じ数になっています。次は、ここから何段か編んでいきます。こっちも同じ。この部分だけ、ちょうどこの前身ごろと同じぐらいだけ編んでいこうかと思っています。で、続けて、ここから編んでいきます。同じ模様で編んでいきたいので、この最後の中長編みを見ていきます。この方向に編んでいるので、次はここからこっちに編んでいきます。この裾の角からスタートして、マーカーのところまで、ここまで編んで、U ターンして戻っていきます。これを4段。こっちの最後の段を見てみます。これは裾からこっちに向かって編んでいます。なので、こっちはマーカーのところから始めます。で、模様が続くように編んでいきます。で、こっちは裾から、こっちはマーカーのところから始めていきます。背中のマーカーのところから始めます。新しい糸、で、同じところ、少し大きな鎖一つ、同じところに中長編み、これが端の中長編み、次も中長編み、ここは向こう側1本、交互になるように編んでいくので、こっちは向こう側1本で、このまま端まで編んでいって、ここでまた鎖一つで戻ってきます。ここまで編んでいきます。背中の部分を4段編んできました。こっちも同じ。1、2、3、4。で、最後に編んだ糸端は少し長めに残して、この糸を使ってこの中央を縫っていきます。これは今編んだところ。ここが編み始めたところ。こっちもここから編み始めてきました。ここは
中長編み、中長編みと中長編みを合わせます。ここから糸端が出ています。もしなかったら新しい糸を出してきます。裾から縫い合わせていきます。まずこの断面を見てみます。ここには鎖のような細編みや中長編み、この輪と輪の間、こことここの間、ここに針を入れて縫い合わせていきます。こちら側はこっち、こっち側はこちら側、それぞれ縫い合わせていきます。端の細編みから始めます。今手前から糸が出ています。この端の細編み、こっちはこれが端の細編み、このまま向こう、この端の細編みの2本の糸の下、で手前に戻って端の細編みの2本の糸の下で、もう一度向こう、これでしっかりとつながりました。次からさっき見たように、この細編みの鎖のところ、輪に見えるところ、こことここの間、こことここ、端はちょっと狭くなっていて見えづらいんですが、ここに針を入れて、向こうも1つ目と2つ目の間で、これが1つ目、ここもちょっと狭くなっていて見えづらいんですが、こことここ、こんな感じになります。次はこっち側、端から1、2、3、2つ目と3つ目の間、次はこっち、2つ目と3つ目の間、このまま続けていきます。このまま中長編みも同じ、この輪になっているところのこっちはこっち側、こっちはこっち側、これでずっとマーカーをつけて幅を広くしたところ、この角まで縫っていきます。で、次は袖を作ります。袖は身ごろと同じ編み方、同じ模様でこの向きに編んでいきます。こっちで見るとこの向き、この長さは私は50センチ、この部分が50センチ、これはこれから縫い合わせる身ごろの幅や、あと肩幅や腕の長さによって変わってきます。
さっき編んだ身ごろを肩にかけてみて、でここにメジャーを当ててみて好みの長さにします。私は50センチにするために鎖を51で鎖を51編んで、この向きに編んでいきます。この幅はだいたい40センチぐらい。私は実際に編んでみて38センチ、段数は28段で、この段数は偶数の方がやりやすくなっています。最初に編むこの細編み、この細編みは細編み5個で5センチ、こんな感じにしました。これを2枚作ります。袖を2枚編んできました。この長さは50センチぐらい、横幅は38センチ、段数は28段、偶数になっています。次はこれをさっき作った身ごろに縫い付けます。これはさっき作った身ごろ、こっちは背中に当たる方、真ん中にマーカーをつけました。隅から数えて61、こっちも61、それぞれこれぐらいになります。ここら辺が中央、ここと、あとこっちの袖で、今ここは裏が上になっています。こっちが表で、こっちは裏、裏を上にして縫い合わせます。でこの袖も半分に折って、だいたいここが中央、こことここを合わせます。マーカーとかクリップとかだいたいで大丈夫ですが、真ん中らへんに合わせて、でちょっと長さを測って均等になるようにします。で長さとか数を数えて均等になるようにします。でここから糸端が出ているんですが、これは置いておいて、ここから縫っていこうかと思います。この方がやりやすいと思います。ここに細編みがあるので、その一つ一つに針を入れて縫っていこうかと思います。こことこの糸端は後で隠します。でもう一回しっかりとしました。次からも簡単にかがっていきます。表を確認しながら、なるべく目立たないように縫っていきます。これでこっちの端までずっと縫っていきます。袖を縫ってきました。こっちも同じ。
次は脇を縫っていきます。こっちは裾から脇の下にかけて、今裏が上になっています。こっちは表、裏を上にして裾から縫い合わせていきます。これが裾の角と角、ここを合わせます。糸端が残っていたらそれを使って、なかったら新しい糸を持ってきます。で、手前から糸が出ています。このまま向こうの角はこの2本の糸の下に針を入れます。で、このままで戻ってきて、こっちの角の細編み、この2本の糸の下で、向こうは同じところ、でもう一回同じところ、これでしっかりとつながりました。ここから一つ一つ合わせていきます。まずこの角の1、2、2つ目の細編み、向こうも1、2、2つ目の細編み、3つ目、4つ目、でこのまま脇の下に向かって縫い合わせていきます。で、だいたいここら辺で糸が余っていても休めておいて、次は同じようにここからスタートしたいと思います。これは袖の角から同じように縫っていって、でここら辺で中間で合わせていくと合わせやすいと思います。もしずれると良くないので、この端から縫っていった方が綺麗に出来上がると思います。もし合わなかったらここら辺で調節します。ここと同じように縫って、ここら辺で糸の始末をして終わりです。この脇の下の部分は同じところに2回ぐらい針を通してしっかりとさせます。脇を縫い合わせてきました。次はこの部分を細編みしていきます。今表が上の状態、こっちは裏表で、この角からスタートします。この角はここが最後の細編み、新しい糸で、同じところ鎖1つ、鎖の根元に細編み、この時は2本の糸の下、普通の細編みをします。次も細編み、2本の糸の下の普通の細編み、次もこのままずっと一つに一つの細編み、この中長編みの部分も一つに一つ、ここは斜めのラインを作ったところ、この手前まで編んでいきます。斜めのラインの手前まで来ました。ここは斜めを作るために三角を作っています。この三角は鎖2つ、この下から2つ目に細編み2つ、ここに鎖2つ、この2つ目、
1、同じところ2、これで1つに2つ。次からまたまっすぐ編んでいきます。ただここは細編みではないので、だいたいここと同じような間隔の細編みになるようにだいたいで配置して編んでいきます。なるべく目立たないように細編み1つ、次はここぐらい、これでこの部分に細編みができました。次からまたまっすぐ一つに一つの細編みをしていきます。まずここ、でこのままこの背中の部分まで、今胸の部分でここが背中、ここぐらいまで編んでいきます。この部分は背中、ここは首の後ろに当たるところ、ここに角があります。ここでは少し数を減らしてギュッと狭くします。なだらかなカーブになるようにします。ここが角、ここから糸を出して、ここからも糸を出して少し狭くします。まずここ角の手前、糸を出します。次はここ角の次で2本の糸の下ぐらい、これで3本一度に引き抜きます。これでちょっと狭くなってカーブができました。次からはまた細編み、だいたいで今までの細編みと同じような大きさになるように細編みをしていきます。なるべく目立たないように細編みをしていきます。このまま次の角まで、ここでまた2つを1つにした細編み、この角の手前とここに針を入れて、こっちはここから糸を出して2つを1つにします。それが終わったらまたこっち、ここにもう一方の斜めのラインがあります。ここに三角があります。ここに細編み2つで、また裾まで、ここまで来たら糸を切ります。細編みで端まで来ました。ここで糸を切っています。もう一度同じように細編みをしていきます。今度は全部一つに一つずつ、ここも同じ一つに一つで、ここも同じ、全部一つに一つずつ、これでずっと編んで端まで編んでいきます。最後は糸端を隠して糸始末をします。それとお好みでこんな感じのボタンをつけても可愛いと思います。お好みでしてみてください。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。袖はこんな感じでとても可愛く出来上がっています。
裾もリブ編みをしてちょっと狭くしました。で、飾りボタンなんですが、ボタンをつけてとても似合っていると思います。サイズを測りました。上から下まで60センチ、横幅56センチ、袖は50センチ、横幅は19センチ、この斜めのラインは28センチ。使った糸の重さは 480g。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。